昔々のこと、奈良にまだ都のあったとき、今の地図で言うと、奈良の真ん中より少し上のあたり、阿武知村というところがあったそうな。この阿武知の村に鏡作りの宮津子という、それは豊かな豪農が住んでおった。そこには一人娘がおってな、とても可愛らしい娘やった。その子はよろずの子という名前であったんやと。よろずの子は可愛いだけでなく気立てもようて、それは毎日いろんな殿方から声をかけられる。位の高い人からも声がかかる。そうなると、誰に決めたらええのか、どこに嫁いだらええのか、決めきれんとおって、一度も男を知らんまま大人になっていったんやと。そんなある日のこと、一人の男がまた、この鏡作りの宮津子のところに、よろずの子を嫁に欲しいと頼みに来た。まあ何度目かでようやく話だけはということで話を聞いた。そうするとよろずの子はその殿方と気があったようで、その殿方はなんと贈り物にそう言うて台車3つ分もの絹織物をたくさん送ったんやと。当時は絹織物なんてとてもじゃないけれども、豪農とはいえ家にはないもんでございます。このあまりの贈り物にこらっと言ってしもたよろずの子は、ついに彼を家にと入れまして、そうして言葉を重ねた上、白い手を招き、寝屋へと二人で消えていったんやと。何か物音がするので、父と母が夜中起きてみた。家中を見るが何にもあらへん。念のためにと娘の家の前まで行ってみるが、いて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 、そんな声が聞こえるが、ああ、娘は初めてやった。まあ、こんな声をかけるほどのこともなかろう。痛い痛い、痛い痛い。三度ほどそんな声が聞こえたが、両親は気にすることなく自分の寝屋へと戻っていったんや。次の朝のこと。いつまでたっても起きてこないこの夫婦に、母が、もう朝よ、言うて、ふーっと部屋を覗いた。すーっと部屋の中に明かりが入りまして、娘と目があったんや。ああ、もう起きや、言うて、一歩踏み入れたところでぬるっと足が何かを踏んだ。もう一歩ぬるっ。ようやく目が慣れてきまして、目があったと思っていた娘は、血だまりの中首だけになってじーっとこちらを見ておる。母は何が何やらわからなくなりまして、家中探しましたが、娘は首と人差し指一本しか残っておりませんでした。両親の悲しみたるやいかばかりか。悲しんで悲しんで、ふと気がつきまして、あの男、あの朝姿を消してしまったあの男が贈り物をくれていたあれはどうなったかと見てみますと、すべて骨と木くずになっておりました。葬儀は行われたものも、なんとも
寂しいものでございました。そういえばこの辺りに歌が流行っていたそうで。なれおぞ嫁に星とたれ、あむちのこむちのよろずの子、なむなむやひじりびと、さかももちすすりのり申し、山の知識あましにあましに。この歌の理由は、この阿武町村のよろずの子を探す不思議なわらべ歌でございました。こんな歌が流行ったのは、この因果のためか、それともこの悲劇が起こることの前触れだったのか、今となってはわからぬということでございました。ありがとうございました。奈良時代のお話でした。実際にはい。歌が流行っていたという話なんですが、そうなんです。その歌というのがその娘さんを探す歌。はい、いやこれが掛け言葉だらけの歌でして、まあ最初阿武町の村のよろずの子みたいな話から始まって、途中にお坊さんのまあ言うたらお酒いっぱい飲んでるお坊さんなんて知識の無駄遣いやわみたいなちょっと風刺的な歌なんですね。だからこれが流行ってたのはこのまあよくわからない不思議な出来事の前触れやったのか、それともこの家族の業なのか、それとも当時やっと奈良時代って仏様が入ってきてすぐなんですよ。なのでまだ仏教が浸透していない中でこう祈るっていうのはどういうことかみたいな、ちょっとこういろんな伏線のある話になってるんですね。絹の織物だと思っていたものが、結果翌朝見ると骨と、原本では唐橋紙というみかん科の木ですかねになってるっていう話だったんですけど。ってなるとやっぱり何かそのあやかしのような存在だったのかっていう。で気になるのが、首と人差し指だけを残すっていう、これどういう意味なんでしょうね。いやそうなんですよ。すごく不思議な話でしてこれ。なんかこの人差し指のなんか意味があるんでしょうね。いやきっとあるんだと思います。呪術的な何かなのか、まあね。そうですよね。多分そう呪術的な、今きっと僕らのこう考えで、人を指す指だからどうだとかそういうことじゃなくって、多分何か意味があるんでしょうね。そうなんだと思います。当時の何かが。痛い痛いというふうに。それは、でも一体何者だったんでしょうね。そうなんですよ。だから食べられたのか、それともって話ですよね。本当に何が起こったのかわからない。でそのまあ姿を消してしまったわけですよね。そうなんです。何よりも大事にしていた娘さんが一夜にして哀れな姿になってしまった。何か本当にこう魔物に見入られて狙い撃ちされてしまったのか、その家の何かがあり何か恨まれていた、そんな呪いをかけられてしまったのかとか、いろいろこう考えてしまいますが。いや本当にそうなんです。阿武町村。今もあるんですか？今は桜井の方に戸市っていう地名は残ってるんですけど、阿武町までは残ってないと思います。戸市まではあるんです。阿武町ってどういう意味なんですかね。阿武町は、どういう意味なんでしょう。なんかそのね響きもね、独特ですよね。いやこれが怪談なのか、今でいう人コア、そうですね。異常殺人者、犯罪者だったのかとかね、わかりませんけども、実際この話が残っているわけですもんね。でもちろんこう語り継がれていく中でいろいろこう脚色だったり変わってる部分はあったのかもしれませんけど、でもこういう話が残ってる以上何かそういうようななんかこう出来事があったのかなと思うと、何かしらあったんだと思います。これ原本は、日本領域という奈良時代のお坊さんが、書いたものなんです。で、一応、本として出来上がったのは平安時代なんですけど、奈良時代にあったことを書いてるので、こう藤原氏とかではなく名前がちょっとやっぱり古風なお名前でらして、鏡造りの宮津子と。
と考えると本当に日本人、まあ日本人だけじゃないですが、昔から人というのは怪異なもの、怖い話というのが好きだったんだなっていうのも伝わってきます。